全面的にあなたが正解ですって言わないとあなたはうんって言わないんだよね。自分が全部ルールだからなんで筋を通すことができないんだろう。だから全部自分がルールだから自分の思い通りにいかないとあなたは多分うんって絶対に言わない。でもそうじゃない人が周りに今いっぱいいるよっていうことで、それを世間の目がどうこうって言うんだったら、じゃあここで言う世間だったとしたら私たちの方がじゃあ多数派になっちゃうけどどうってなっちゃうの。でも別にあなたを否定してるわけじゃないんだけど、ああ幸せでよかったじゃん、みんな幸せでよかったねでよくないってなっちゃうから。でも準備はした方が確かに分かりやすいかもしれないね。準備できなかった、じゃあもうこっから一生不幸だとは私は思わないから、じゃあこっからじゃあどうするってなるだけでかなって思ってるんだけど、なんでそこまで堅くなにお前らは全員不幸だ的な言い方をするのかがわからないって言ってるんだけど、それを解決する話をあなたはしてくれないから納得ができないということなんですけど、その溺婚したやつがかわいそうなんじゃなくって、溺婚したやつが迷惑だっていう長谷川さんの実体験のお話の方が強い気がするんですね。で、それは確かに会社によってはあると思うんです。誰かが欠席した時に穴を埋めるだけの人員が用意されていないと。そういった場合は確かにそういった周りの苦労が増えてしまうかもしれない。で、それはさっき一瞬言いましたけど、愚痴を言うよりも上司にこうしたら穴が埋まるんですけどとか提案できる人間にみんながなっていかないと改善されない問題なんですよ。順番守ってほしいって言うんだったら、その順番守った人が恩恵を受けられるようなシステムを作るっていう考え方になってみてもいいのかなってちょっと思いました。例えばその子供ができたら結婚するっていうのが責任を取るみたいな言い方しますけど、責任を取るってそもそもなんか不本意ながら感が強くないですか？良くないことをしてしまったから責任を取るという日本語の表現をしますね。妊娠したって聞いて、あ、そうなんだ、じゃあ結婚しようのその責任を、こういうネガティブじゃない形だってたくさんあると思う。逆に結婚した後に子供ができて夫が逃げたらどうですか？私の友達はそれをやってるんですけど、準備をしたけど逃げちゃったっていうパターンもあるよっていう。離婚の方が逃げる確率は高いですよね。順番関係ないんだよね。そうなの。幸せな人は幸せだし、不幸そうなのよな人は不幸だから、もうこの議論がもうね、順番とかいう話じゃないんだよね。だから長谷川さん順番を守れてよかったと思うんですよ。子供が順番守った私偉いって思いながら育てるわけだから、長谷川さんみたいな思考の人は準備した方が確かに安心だと思うんです。不安でいっぱいで離婚しちゃったらどうしようって思いながら子供育てたら子供かわいそうじゃないですか。確かに。でも離婚だとしても子供生まれてみてなんて可愛いんだろう、この子は一生守るぞっていう方がいて、そういう方にとっては順番なんてどうでもよく幸せなんですよね。その幸せは喜んであげる気はないですか？離婚の子供って不本意の子供ですよ。それが決めつけかなって。だからさっきから言ってんじゃん、その妊娠に焦点を置くんじゃなくて、妊娠前の燃え上がった否認もしてないが肝なんだって。でその結果子供ができたから産んでる。不幸でも何でもないじゃん。対岸はもう成就されてるんです。で幸せなの結果できた子供だから幸せなんです。100% 幸せって 100% なんかない。準備しても 100% 幸せではないのよ。いやだってそれを言っちゃったらもうダメなのそれ。その欲求と子供また話別じゃないですか。だからその子供だけに焦点を持って幸せだ不幸せだじゃなくて、その前の営みからだから、その営みで幸せだったらとりあえずもう一回幸せなの。私たちはそれを否定した思いがないよねっていうことで、なぜあなたはそこまで否定するのかっていう決定的な理由みたいなのが多分ないから、うちらはなんでこれはこれはってなっちゃうの。だって否定してるじゃないですか。で既婚いいって。いいとは言ってない。どっちでも別にどっちでもいい結果論変わらないよっって言ってて、る私たちずっと幸せと不幸のあれには関係ないよっていうそこは関係じないかな。ゃあ筋を通すけじめをつけるが先だとは思わないっていうことですか？それはできたらした方がいいと思います。ただそれこそ否認が 100% じゃないって話をしましたけど、否認してできちゃって結婚する場合はどうなんですか？否認してできちゃった場合、まあその話は別ですよね。今否認をしなかった場合の話をしてるんで。あとなんかその準備を整えるっていう話ですけど、結婚をしてお互い子供が欲しかった、でもいざじゃあその後子供作ろうと思ったらどっちかに原因があって子供ができなかった、どっちかはめちゃめちゃ子供が欲しかった、別れますっていうのもすごい多いと思うんですよ。だからお互いがまず子供、できちゃったにしてもで結果論としてできた方がいいと思うし、別にそれは結婚してるかで既婚かは関係ないと思うんですよね。いやわからないですね。斉藤さん言ってやってよ。
もちろんその付き合って2ヶ月で妊娠発覚してるので、大変なことはもちろんたくさんありました。気持ちもその追いつかないこととかもいっぱいあったけど、結果産んでよかったって思うし、幸せだから別にそこはいいんじゃないと思うし、さっきからその筋を通すとか、順番にすごいこだわってますけど、正直そんな順番ってそんなどうでもいいし、昔のしきたりみたいなのにすごい。ちなみにご出身どちらですか？出身東京です。旦那さんはそのできちゃった授かったって言った時はどんなリアクション？びっくりしてましたけど、忙しいんですよ、旦那も会社経営してるので。なのでちょっとそこの不安もあったんですけど、帰りが遅い時とかもあったから、ちゃんと子供の面倒とか見てくれるのかなみたいなのもありましたけど、夜中に帰ってきてから皿洗いとかしてくれたりもするし、夜泣きとかしたらちゃんとなんかあやしてくれるし、全然そういう順番とかは関係は。最初から結婚したいなと思ってお付き合いなさったんですか？いや、正直そこは思ってなかったです。でも結果幸せなので、いいかなと思ってます。職場へのなんか風当たりとか、友人とか周りの親戚からなんかチクチク言われたとかなかったですか？なかったですね。みんなおめでとうみたいな感じで祝福してくれて、たくさん迷惑をかけましたけど、でも助けてくれたので、なんかネガティブな印象はないです。何でも都合よく言い換えてるだけですよね。あなたもですけどね。私はちゃんと筋を通してるんで。かわいそうっていうのは誰がかわいそうなんですかね？子供もそうですし、周りにも迷惑をかけますよね。両親だけでなく会社もそうですし、働いていた場所だとか、両親親戚だったりお世話になる人全員ですよね。当事者だけじゃなくて周りもみんな。じゃあもう全世界かわいそうになってきちゃうよね。みんなかわいそう。多分私もかわいそうになっちゃうかもしれない。私も相当かわいそう。友達もできこんやし、かわいそうなのかなってなっちゃう。同じめっちゃかわいそう。職場の人もできこんや。私自分の父親めちゃくちゃ DV ですごい大変だったんですけど、本当警察だったみたいなのが毎日続いてたんですけど、お母さんがやっぱすごい片親でも愛情を注いでくれてたから、やっぱめちゃくちゃ幸せだと思うし、守ってくれたんですね。もうそれってもう別にどんな環境でもみんな何かしらはある中でやっぱ幸せを見つけていきたいって思うし、子供が幸せだって最終的に思えてたら、親もそれは幸せだと思うし、結局でも必死に皆さん取り繕ってるだけだと思いますよ。かわいそうでしょ普通に。それを判断するのは生まれてくる子供たちだから、長谷川さんが判断することではないよね。いやでも究極長谷川さんがそう思ってますは別に本当自由なんですけどね。でも、そう思わない人もたくさんいますよっていう。順序を守れない親ってその結婚するっていうけじめをつけれないから、子供ができちゃったから結婚しようって子供に責任を押し付けてませんか？子供のせいにしてるというか。子供自身が例えばなんで貧乏なのに俺産んだんだよみたいなことを言い出したら、それは親としてはちょっと受け止めなきゃいけないんだとは思いますよ。でもで既婚だとか関係なく楽しく暮らしてれば意外と満足すると思うんですよ。大事なのってそこじゃないと思うんです。もう私もし女性とお付き合いするんだったら準備踏みます。ちゃんと準備する、お金貯金して、大体こんぐらいだろうな、あとこれの準備これも買っとこうみたいなタイプだから、私はやるけど別にやらなくてもいいと思ってるから、だからそれを全部否定する理由が分かんないよってずっと言ってるんだけど、それを覆す理由が私にはちょっと理解ができてないからずっと話しちゃってるよってことで。準備を踏んだ方がもちろんいいに決まってます。だって心の準備もできるし、金銭面的も準備できるし、でもその準備って限りがないから、そのできちゃった人を否定する必要はないんじゃない？限りはありますよ。でも結婚をするっていう準備はできません？そんなに結婚にこだわる理由も正直ちょっと分かんないですけど、もちろん契約することによって逃げる確率を減らすっていうことはすごい大事だと思う。あとは大切にされてる感ないですか？女性側からして。それは女性が男性に依存したい場合はそういう方は多いかもしれないですね。僕なんなら20代の頃なんて妊娠もしてないのに結婚するやつ何なのと思ってました、周りで。逆になんでって思ってました。なんでっていうのは何で思ったんですか？もったいないってことですか？もっと遊べるのにとか。もっと遊べるのにっていうか、そうですね。そうなんだ。なんでって思いましたけど。
はい、ということでいろいろと討論が進んできましたけれども、そろそろエンディングの時間となってきました。では皆さんに感想を聞いていきましょう。栗海さんお願いします。女性だけ割引するっていうこと自体が差別だと思ってます。女性は食べる量が少ないから飲食店で割引かれて当然っていうのがおかしくて、男は食べる量が多いから同じ値段だとした場合量が多く提供されないとおかしいと思うんですよね。そんなこと気にする人とご飯行きたくねえなとずっと思って損得感情で考えすぎだなっていつも思うんですよ。おっさんがやってる店はおっさんに優遇なんて絶対にしない。いっぱい食べなくていいんだったら別にそういう体でいいですよ。本当ですか？絶対嘘。食べきれない女の子絶対いるの、胃がちっちゃくてね。なのに同じ値段払わなきゃいけないとこはずっとブーブー言ってますよ、あなたと一緒で。そうですね、本当にもう最初から多分言ってることはずっと同じだったと思うんですけど、幸せか不幸かは自分自身が決めることなので、他人が決めることではないかなっていうのと、長谷川さんはすごく多分真面目な方で、多分ご両親もすごいちゃんとした方で、そういう風に育てられてきたしっかりした方なんだなっていう風には思います。でも私みたいにすごいちょっとちゃんとした家庭で育ってない人たちもいっぱいいるので、いろんな意見があるし、いろんな幸せがあるっていうのを、少しでも理解してもらえたら嬉しいなとは思います。浜田さん。準備をしてちゃんと子供を計画的に作っても子孫も残さねえ、こんな息子を産むという申し訳ねえっていうこともあるし、でも私は結局幸せだし、今姪っ子2人もいるし可愛いし、母親がちょっと病気しちゃったんで一緒に住んでるけど全然楽しく暮らしてるし、それじゃなくてもそうであっても幸せだなって今思えたらもうそれでいいから、別にその段階とか過程がどうであっても今だからな生きてんの、過去に生きてるわけじゃないから、私たちは今からを生きるしかないので、そこに私はもうメインに置いてるというか、だから別に相手を否定しようとも思わないし、自分のことも否定しようとも思わないという感じかな。はい。春風さん。準備をすることはとても大事なことだとは思います。その後のリスクとかを減らすことができるので。でも準備したってわからないこともたくさんあるし、それには限りがないし、人生こんなこと起こるのっていうことばっかりだと思うので、それが起きた時に順番とかにすごい固執されていると対処できなくなる可能性も大きいのかなと思いました。なので他の人の幸せを否定せずに、自分がそういう状況になったら何ができるんだろうっていう方向の思考の方が身になるのかなと感じました。はい、呂布さん。長谷川さんがそういう出来婚の人たち、出来婚で生まれてきた子どもたちがかわいそうだって、本当に思うんだったらかわいそうだって言うんじゃなくて、そういう人たちに対して自分が何をしてあげれば助けてあげられるかっていうふうに意識を変えると、本当の意味では意味があるんじゃないかなと思いました。斉藤さん。そうですね、私の意見としては変わらず、別に出来婚でも幸せだったらいいんじゃないっていう気持ちは変わらずで、今令和なのでこの時代の変化によって、考えももっと柔軟になった方がいいんじゃないかなと思いました。長谷川さん、かなりいろいろと討論も白熱しましたが、いかがでしたでしょうか。私も意見は変わらず、計画を持ってしっかり結婚してから準備を整えて、子供にも周りにもその負担が少ないようにしていただきたいですね。しっかりけじめを取るとか準備をするっていうのも大事だということも分かりましたし、ただ出来婚授かり婚がもう一言で不幸というわけでもないというのも皆さんの意見からよく伝わったと思います。悲しい状況で今落ち込んでる人もいるかもしれませんけど、もう未来のことを考えても楽しんでいけばいいよというアドバイスがたくさん出ましたので、とにかくお子さんも親御さんもポジティブに元気に生きていっていただければと思いました。さあ本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。